ワンインチチャンネルステップバイステップ、はい、始まりましたけど、本日もこの絆ベースジム五反田にあるところで撮影させていただいてます。はい、今日は、はい、ちょっとコメント欄とかにもあったありました。めちゃくちゃ来てましたね、はい、気になってる人が多いんじゃないですか。その疑問を、はい、ラスボスに聞こうということで、そうですね、先生の師匠広渡辺先生に来ていただいてます。はい、先生よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。どうもお願いします。よろしくお願いします。以前、はい、神戸も言ったそのカゴ、ちょっと掘り下げたいなみたいな掘り下げ会ですね。で、コメント欄にもすごい多かったんですよ。はい、そうですそうです。結構来てる。めちゃくちゃ来てます。で、僕のに直接 DM も来たり、先生からその身体操作を学びたいっていう声が本当に多くて、はい、なのでもし嬉しいですね。そういう運動をまだやり始めたばっかですけど、この源氏交流を使って江戸期までの日本人の身体操作を皆さんにね、なるべく多くの皆さんに知っていただきたいと、でできることなら学んでいただきたいと、身につけていただきたいかな、それを生活でどう生かすかということまで含めて、人間向上まで含めて。生活の中でも普通に使える。当然って言ってますもんね。何か物を取る時でもその操作で取る、箸で物を食べる時でもその操作でやる。はい、だからそういった日常生活で当たり前だったんですよ、はい、江戸期まで、はい、それを取り戻していただきたいと。はい、日本の身体操作を取り戻せっていう運動ですね。すごい深いテーマですけど、ただ全部はもちろん出せないとは思うので、源氏交流を使ってるんで、武術という形でそれを学んでもらってるんで、どこからいろいろ教えて、カゴを使ったらこうなるとか、まずとにかく骨の軌道。そうですね、ちょっと前回見てない方もいらっしゃると思うので、簡単に言うと、そうですね、骨を主体に。当然幸男さんにも骨ありますよね。はい、もちろん。はい、一応骨ありでやってます。骨ないとタコみたいな。骨の周りにその内臓筋群当然ついてるわけです。人体解剖してもらえば分かるんですけど、でそういった知識必要になってくるんだけど、アナトミーっていうね部分がね。で当然その外装筋群があって、こういった皮膚、当然その神経回路からリンパ、それから血管からつって、そこまで掘り下げていかないとわからないんだけど、まずその骨に注目をしてもらって、その骨自体は骨動かないですよ当然、その骨を動かしているじゃあその内臓筋群に注目をするんですよ。だからそのためにはだから脱力しろ、だから脱力脱骨しろって言ってるわけですよ。抜けないと内臓筋群動かしようがない。抜くことによってまず重力の操作が扱えるようになる、同時にこの骨の軌道連動ができるようになるって考えてください。その中で今回は肋骨。そうですね。今日はこの間ちょっと見せましたけど、今日肋骨で頭部のパンチ力を強化してみようかなって考えてます。それがカゴ。肋骨を動かすのがカゴ。うちの流儀でカゴって言ってるだけなんで、肋骨のことをカゴと。肋骨でいいんです。もうここをカゴみたい。カゴみたいな。はい、そうですね。鳥カゴみたいな。だからカゴって言ってるんですよ。あ、そうなんです。そう、背骨のことを柱って言ってて、でここの今度はそれは上半身で、今度下半身の方は腰椎からこう入ってくるんだけど、ここのほら腸骨から仙腸関節で恥骨の部分含めて非常に大事なものがここに入ってるでしょ。腸は第二の脳って言われてるぐらい。で要するに蔵に大事なものが詰まってるわけです。染料が蔵の中に染料があるわけです。ここに染料が。一攫千金ではないですね。僕の場合は。で今日は背部の肋骨、これ1番から12番まであるんですけど、11番と12番これ浮遊肋骨って言います。10番まではほらこの胸骨につながってるでしょ。11と12は胸骨につながってないですよ。浮遊してるんです。だから浮遊肋骨とも言われてます。それを連動させて肩甲骨にその力を伝えてパンチに持っていくっていうやり方。細かっ。とんでもない。11と12番を連動させようってこと動かして、それを
それをずっと胸骨を通じて鎖骨と肩甲骨でつながってるんで、ここ、骨の構造を見てもらえば分かりますけど、連動してそれを拳まで伝える。先生それ勉強したことあるんですか、東郷先生。もう先生からいろいろそう源氏交流の稽古の時にその骨の連動のさし方はちょっとずつ教えて。いやただね、そんな一朝一夕でできるようなもんではないですよ。現代人はね、現代人なんでみんな骨の周りの筋肉が硬くなっちゃってるんで、動かないです。動かない人がほとんどだね。ちょっとどう動かすかを見せていただいていいですか。はい、じゃあ説明しましょう。はい、お願いします。お願いします。まずトモが感じて。はい、わかりました。背中先生。背中映していいですか。右クロスでやりますね。はい。ジークンドーっていうのは今右のクロスを打つ場合は左のこの軸、ね、左の軸を支点にしてこう打つんですね。はい。でここからそのでこの逆のアライメントを作ってこう打つのがジークンドーの打ち方です。でこれ動いてるかどうか、これ骨、これこれわかる、これわかりました。右肋骨、これこれが今度はここの背骨のここの付け根のこの関節から関節があるから動くんだよ、骨。わかります？はい。でこれがわかる？動いてる。そうすると右側の肋骨が押し出されてない。ね。でもここだけ壊してるの。上はまだ連動させてないから。これがこう入るとこのエネルギーがこう入っていって、これがこう入っていって、これを動かしてくる。鎖骨に入って肩甲骨が伸びて、で初めて腕が動くの。でこれがジークンドーのやり方だとこうなんだけど、これこう入ってくる。すっげえ。こう入ってくる。これめっちゃ動く。食い込みが全然違ってくる。どういう動きしてるんですか。もう頭部説明して。触ってほしいわ。骨が本当にこうずれる感じ。左右で全然違う。全然違う。こっちがへこむっていうか押し出される感じですか。要するにここのつなぎを動かしてるんですよ。このあばらをこうなってる、これをこうすると今度背骨が回転して、今度こっち側の肋骨のこれがこう動いてるんですよ。そのエネルギーが上に上がってって、この胸骨を伝わって、で鎖骨に伝わって、で肩甲骨を動かして、でパンチにつなげる。むずっ。連動していってるってことですね。連動させなきゃ当然だめ。骨につながってるのはここの関節、これがこう動くのよ。そうすると自然にほら押出されて上に行って、だからここのコンっていうスナップだと、で今度行ったらその反対で今度こっちをこうやって戻す。ちょっとダブルでできる。ちょっと持ってんのかなと思ったけど、いや本当で俺なんで動かないの？動くんですか？少しね。少し動くようになった。よ。そう。どうやって？触ってごらんよ。少し動くようになったよ。ここ。はい。ほら。動くわ。でしょ。ここはこうじゃないんだよ。こうじゃないんだよ。これ先生のマジでやばいっすからね。生き物のように。でこれで背骨もこうやって柔らかくして、こうやって蛇行ができる。だからこれで天の鳥船のこれをこうやらかしてぐーっとここまで持ってこられるでしょ。ぐーっと押されるでしょ。ここからふっとやり方さん。肩甲骨。ちょっと理解がすぐ追いつかないな。これでやらかく。追いつかない。触らせてもらう。通常ここを起点にしてジークンドーは打つ。ビフォーですよね。いやビフォーなんだけどね。で今度はここの骨のこの関節をこういうふうにこれがこっちにこっちが動くでしょ。ぐねっと動くでしょ。でそれは前を通って肩甲骨にすごい前に行きますね。そのさっきその場で動かすやつやってもらっていいですか。どういう動きになってる？ここね。グッと押さえてる。こんなのこれはね、止めたくても止められない。思いっきりグッてやってみ。
やらないでしょやってんのね。力がね伝わんない感じがする。そうだからこうやって抱えられてもこれで全部逃げられちゃうの。あ逃げられちゃうこれで。すごいすごい。肋骨だよ。すごいすごい。なるほどね。ああ。確かに伝えるのむずいわ。怒る力がすごいっすね、骨の動き。そうそうそう。やっぱ筋肉の力とは違う。あと螺旋の動きが混ざってるから捕まえようとしても捉えどころがないの。これはどうしたらいいやろ。その一般の人からいろいろ基本トレーニングを教えてもらうとかの方がいいんかな。あちょっとね、もうカッポ。よし、じゃあオペレーション。やばいっす。よし、オペレーションだ。唐突。はい、寝ろ。はい、オペレーション。唐突に。よし。唐突にありました。これオペレーションやばいよ、ゆきおさん頑張って。ゆきおさん何も分かってないけど大丈夫か。これ超ドキドキする。これね、こっち向いて。この1番からこの冬肋骨のね、これ12番。11オペが始まりましたね。はい、始まりました。これがやばいんですよ、これが。ちょっと待ってください。ちょっと逃げるな。ゆきさん、これね、もう耐えるしかないの。今何してんの？柔らかくしてる。柔らかくそうそうそう。強制的に。強制的に柔らかくして。でもね、これでね、本当に柔らかくなるんですよ。めちゃくちゃ。骨をいじって。その肋骨周りにある肉を、筋肉ね。筋肉を引っ張り上げて、グラム100円とこ？そう100円ところ。ここに打撃を与えて硬くしちゃうと、逆に今度こうが。あっていうことよ。サップを硬直させちゃう。使えなくさせちゃうの。肋骨剥がしじゃないけど、なんていう筋膜リリース。痛い、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。すごいすごい落ちた。ちぎれる。それ取れるって。内臓が取れます。ダメだ。おっしゃだ。ありがとうございました。ありがとうございました。拷問だね。でも、違うでしょ。もうあれよ、もう筋膜リリースよ。ここがもうめくったというか、その絶対使わんやんす。こうだってどういう声な？これマッサージ屋さんとかじゃ無理っすね、そんなの。いや、マッサージじゃないから。これはカッポ、武術カッポだから。すごいね。とパンチ力強くなる。なるほど。こう動かせるからなる。で、ここ全体が動かせるようになったら全ての連動。それでトゴはじゃあ先生、東郷先生は普段そこまで意識してないわけですね、パンチとかでは。してない。ないけど、何？ジークンドは関係ない。骨？すげえ、でも好きですね、これ。まずはここが軸。はい。左の側面が軸で打つジークンドのパンチ。はい。ビフォー。ゆきおさん、それビフォー。そうやね。それが右前にしたい。それがはい。ここがこういう風になると自然にこの柱が一個一個回転してって前面にエネルギーが伝わって、はい最終的に肩甲骨の押し出しが決める。あ、ワン、自分でわかる？わかる。まっすぐ中心につける。行きましたね、今。こういう風にやってフォームが違う。ここはもう全然柔らかくする。柔らかくしてただポーンとこれだけで芯に来るでしょ。でもう一回ちょっと軸のね。はい。だからここですね。軸で倒す。で、で今度はここ柔らかくして柔らかくしてワン、ツー、スリー。違う。通ってる気がなんとなくするな。まっすぐまっすぐまっすぐと。だからそれは槍でやるときに槍でこう構えたときに、ここを押し出してここにうわ、怖っ。槍見えましたよ。見えたよね。見えたよね。視聴者の皆さんみんな目つぶったと思いますけど。こうじゃないんすね。そうか。こう。なるほどね。これで一回つくでしょ。で逃げるでしょ。後ろへずっと二段突きができるの。1、2で1で逃げてスポーツマン。見えました。ここで見える。見えるでしょ。貫かれてるよ。ここで1、2でもいいし、1、下へ2でもいい。二段突きができる。見えましたね。見えるよね。その時にこう使ったんです。ちょっと変なことかもしれないですけど、変なこと聞くかもしれないですけど、この動かし方、動物とかは動物はもう自然にやってます。
なんかさっきヒロ先生がつなぎ止めとした時なんか動物的な力を感じたんですよね。すごいですよ。わかります？なんか暴れてる動物ってなんか止めれないじゃないですか。あの感じに似てたんですよね。あの柔らかさで手足を使う。手足を使ったり体をくねらせる。じゃあ的外れなことじゃなかったですね、今僕言ったの。そうそう、よかったよかった。素晴らしい。感じたんですよ。ちょっと今後もなんかいろいろこれ教えてもらうことが多すぎるね。そりゃそうですよ。本当そう。はい。この流儀は本当にもう文化なんで。武術習ってない人も見てこの人間の昔のその動きとかで、武術関係ないんだって。はい。一般庶民でこの動きだから、他のスポーツやってる人でもいいんだって。だから取り入れてほしいんだもん。それだけ身体スペックが上がるってことはパフォーマンスが上がるのは当たり前じゃない。ゆきおさんもだからもうそのパフォーマンスを上げたギャグをやってほしい。すごい急に芸人としてのダメ出しが。そういうのなんか使い方ですね。身体操作も使って、そういうことです。ちょっとまたいろいろ本当に教えていただきたいので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こっち側こう開くので、ここに